早朝のまだ人がまばらな駅の改札を向け、コンコースに足を踏み入れた時、ふと立ち止まったことはありませんか。頭上には普段と変わらない明るすぎるほどの照明が点灯しています。床のタイルもきれいに磨き上げられ、どこまでも奥へと道が続いています。しかし、通路の両脇に立ち並ぶはずの店舗は、そのすべてが冷たい金属のシャッターを固く下ろしています。空間全体はこうこうと明るく、システムとしては完全に機能しているのに、そこにあるべき人の気配だけがすっぽりと抜け落ちている。まるでまだ目覚めていない日常の裏側に自分だけが間違って迷い込んでしまったような、そんな場違いな心細さを感じたことはないでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今回は早朝の駅中で感じるシャッターが降りた空間のまだ目覚めていない明るさについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。私たちが普段見知っている駅中という場所は活気にあふれた空間です。パン屋の店先には人が並び、カフェからは話し声がこぼれ、お土産屋やコンビニには常に誰かが立ち止まっています。たくさんの光と音と匂いが交差し、そこを通り抜けるだけで私たちは無意識に安心感を得ています。しかし、始発が動き出して間もない早朝の駅中は全く違います。空間は十分に明るいのに、すべての店が閉まっています。街の路地裏にある暗いシャッターがいなら、不安になる理由もわかります。暗がりがあり、見えにくい場所があるからです。ですが駅中のシャッター街は、影一つないほど明るく照らされています。防犯カメラも作動し、少し離れた場所には駅員もいます。少なくとも見た目には安全で、何も恐れる必要のない場所のはずです。なぜこれほどまでに明るく整備された場所で、私たちは少し息苦しくなるのでしょうか。この違和感は、暗い場所で感じる不安とは少し違います。むしろ不安になる理由が見つからないことが、かえって落ち着かなさを強めています。照明はついています。監視カメラもあります。案内表示も正確に動いています。床はきれいに清掃されています。それなのに、そこに立っている自分だけが、まだ開いていない舞台に、早く入りすぎてしまった客のように感じられるのです。普段なら人の流れに紛れて、何も考えずに通り過ぎる場所です。けれど早朝だけは、人の流れがまだ薄いため、自分の足音が妙に大きく聞こえます。コツ、コツ、コツ。靴底がタイルを叩く音が、天井の高い通路に反響して、少し遅れて耳に戻ってきます。まるで、自分の存在だけが、この空間に余計なものとして、記録されているような感覚です。なぜ明るい場所なのに、これほど心細いのでしょうか。遠くでは、自動改札の電子音が短くなります。誰かが通ったはずなのに、姿はすぐに柱の向こうへ消えて、また通路は何事もなかったように静かになります。人が全くいないわけではありません。けれど、そこにいる人たちは皆、同じように眠らそうな顔で、同じ方向へ歩いていきます。誰も立ち止まらず、誰とも視線を合わせず、会話もなく、ただ朝の流れに従って移動していきます。その光景を見ていると、駅中という場所が、買い物や食事を楽しむ場所ではなく、人を次の場所へ送るための、静かな通過装置に見えてきます。そしてその装置は、私たちの気分や都合とは関係なく、もう起動を始めています。今日はまだ始まってほしくない。もう少しだけ昨日の余韻の中にいたい。そう思っていたとしても、電光掲示板は正確に時刻を進め、改札は人を通し、
照明はいつもと同じ白さで、朝を始める準備を続けています。その無言の正確さが、私たちに小さな圧をかけてくるのです。早朝の駅中で感じる心細さは、誰かに脅かされるようなものではありません。むしろ、あまりにも整っていて、あまりにも正確に動いている日常を、少し早い時間に見てしまったことから生まれる、静かな不安なのかもしれません。そしてその不安を、閉まったシャッターの前に立った瞬間、さらに輪郭を持ち始めます。例えば、シャッターが降りたパン屋の前を、通り過ぎる時のことを思い出してください。外観は完全に閉ざされています。冷たく無機質なシャッターが、床までピタリと降りています。しかし、その金属の隙間や上部の換気口からは、焼きたてのパンの甘い匂いや、濃厚なバターの香りが、確実にこちらへ漏れ出しています。耳を澄ませば、中で何かの機械が動く音や、トレイが重なる金属音、そして誰かの小さな足音が聞こえてきます。すぐ一枚の壁の向こう側では、今日という日を迎えるための準備が、すでに始まっています。いつもの日常がそこで作られています。けれど、シャッターが降りていることで、私たちはその日常に触れることができません。匂いも音もすぐそこにあるのに、自分という存在は、まだその空間にとって予定外の客であり、受け入れられていないのです。なぜ匂いと音だけがある空間は、これほど現実感が薄れて感じられるのでしょうか。自分の存在感だけが薄くなってしまったような、あるいは、社会が起動する前の準備中の空間に、間違って入り込んでしまったような、そんな気まずさを覚えます。店の中で働く人たちにとって、まだシャッターの向こう側は、見せるべきではない舞台裏です。私たちは、その準備中の舞台裏を覗き見てしまったような、ほんの少しの申し訳なさと、日常から切り離されたような孤独を、同時に味わっているのかもしれません。さらに通路を奥へと進んでみましょう。誰もいないな外コンコースの壁面には、巨大なデジタル広告が並んでいます。それらは普段、行き交う多くの人々の目を引くために、鮮やかな光を放っているものです。しかし今は、誰も歩いていない空間に向けて、ただ規則正しく映像を切り替えています。新商品のビールの広告、南の島への旅行の案内、転職サイトのキャッチコピー、それらはすべて、人間の欲望や生活に向けられたメッセージです。けれど、それを受け取るべき人間が一人もいないのに、広告だけが完璧なタイミングで、映像と光を切り替え続けています。誰もいないのに、ただシステムだけが動き続けている。デジタル広告の鮮やかな光が、きれいに磨かれた床のタイルに反射して、誰もいない空間をさらに明るく照らします。なぜ人の目がない場所で動き続ける機械は、これほど無機質に見えるのでしょうか。そこには、私たちがいなくても世界は完璧に回っていくという、冷たい事実が突きつけられているような気がします。普段の駅は、私たちのために存在しているように思えます。私たちが商品を選び、広告を見て、電車に乗るための場所です。しかし、人がいない早朝の駅中に立つと、その主従関係が少し揺らいで感じられます。駅という空間は、私たちのためにあるのではなく、ただ人の流れを効率よく運ぶための、巨大で精密な装置なのではないか。誰もいない空間で、ただ虚空に向けて放たれ続けるデジタル広告は、その無機質な装置の姿を、ほんの少しだけあらわにしています。だからこそ私たちは、その前に立つと、自分がシステムの一部に組み込まれてしまったような、
説明のつかない心細さを感じるのです。コンコースの隅にあるトイレに立ち寄った時のことを思い出してください。そこは駅の中でもひときわ明るい場所かもしれません。真っ白なタイルが壁一面に並び、強力な LED の光が影を消し去っています。自動で流れる水の音や、誰も使っていないハンドドライヤーが不意に起動する音、その清潔すぎて温度のない空間はまるでどこかの実験室のようです。鏡に映る自分の顔は強い光のせいでクマや疲れがはっきりと強調されています。明るすぎる場所ほど自分の不完全さが目立ち、この無機質な空間から浮いているように感じます。なぜ安全な場所なのに早くここから離れたくなるのでしょうか。また通路の端にポツンと置かれた自販機も早朝には奇妙な存在感を放っています。周囲に店が開いていないからこそ、自販機のディスプレイの明かりだけが異常に眩しく感じられます。その小さな光の窓の中に整然と並べられた色とりどりのボトル、それは私たちが眠っている間もずっと冷やされ、ずっと誰かを待ち続けていた光です。取り出し口に手を伸ばすとき、機械の奥から聞こえる低いファンの音、人がいない時間帯の自販機は便利な道具というよりも静かに呼吸を続ける小さな生き物のようにさえ見えてきます。こうしたかすかな機械音が響く空間に一人で立ち止まっていると、日常の輪郭が少しずつ崩れていくような気がします。再びコンコースへ戻り、静まり返った長い通路を見渡してみましょう。普段は多くの人の頭で隠れて見えない床の案内表示や点字ブロックが遥か遠くまで一直線に伸びているのが見えます。右へ行けば何線、左へ行けば何線、何メートル先にトイレがあるか、すべてが完璧に計算され、合理的に配置されています。普段なら便利だとしか思わないその合理性が、誰もいない空間で見渡したとき、なぜか少しだけ圧迫感を持って迫ってきます。広すぎる空間で、自分の位置がどこなのか、一瞬だけわからなくなるような不安。そして、その完璧に整備された通路を歩いていると、次第に今日これから始まる現実が足元から静かに迫ってくるのを感じます。これほど静かで非日常的な空間にいるのに、頭の片隅には今日の会議の予定やまだ終わっていない仕事のタスク、未返信のメールのことが浮かび上がります。なぜこんなにも現実感が薄い場所で私たちは急に生活の重さを思い出すのでしょうか。それはこの駅がこれから起動し、多くの人を飲み込んで動き出すということを私たちの体が知っているからです。今はまだ静まり返っているこの空間が、あと数時間もすればものすごい速度で回転し始める。私たちはその流れの前に立ち、自分が今日一日その流れに合わせて動いていくのだという静かな疲労感を先取りしているのです。これから社会が動き出すというかすかな圧迫感、安全で快適なはずの駅中がただの巨大なシステムの内部に見えてくる。私たちが早朝のシャッター街で感じる違和感は、そんな日常の重さと機械的な空間のギャップから生まれているのかもしれません。では、私たちが早朝の駅中で感じるこの違和感の正体とは何なのでしょうか。それはおそらく日常を支えるインフラがいかに無機質で巨大なものであるかという気づきたくない事実なのかもしれません。私たちは普段駅を生活の一部として見ています。おいしいパンがあり、便利なコンビニがあり、きれいな広告がある、温かい生活の延長線上にある場所です。しかし、人が消え、店舗の機能が停止した時、
駅はただの巨大なコンクリートと光の箱になります。人間的な感情や生活の匂いが一切ない、ただ移動するためだけの冷たいシステム。早朝の明るすぎるシャッター街は、私たちが毎日無意識に頼っている日常が、実はこんなにも無機質な基盤の上に成り立っているのだということを容赦なく見せつけてきます。だからこそ私たちは、その明るい通路を歩くとき、どこか落ち着かず、早くこの場を通り過ぎて、人がいる場所や電車のシートに座りたいと焦るのです。自分の感情が入り込む余地のない空間では、人はどうしても孤独を感じてしまいます。明るくて安全で、すべてが完璧に機能しているのに、なぜかひどく心細い。私たちが暗がりを恐れるのは本能ですが、本当に落ち着かないのは、人間の不在を際立たせるほどの完璧すぎる明るさなのかもしれません。やがて、少しずつ時間が経ち、清掃員の姿が見え始め、券売機の前には人が立ち、シャッターの向こうから鍵を開ける重たい金属音が響いてきます。一つ、また一つとシャッターが開き、陳列された商品が光に照らされます。コンコースには少しずつ足音が重なり、いつもの喧騒が戻ってきます。駅中という巨大な装置に、再び人間の生活の匂いが戻り、日常が起動します。あなたもほっと息をつき、いつもの通勤の列へと加わっていくでしょう。けれど、あの誰もいない明るい通路を歩いた時の静かな気まずさを、あなたは完全に忘れることはできません。次にあなたが早朝の駅の改札を向け、まだシャッターが降りている通路を歩くとき、少しだけ自分の足音がどこまで響くのか、耳を澄ませてみてください。誰もいない床に反射するデジタル広告の光を立ち止まって見つめてみてください。いつもの見慣れた通勤風景の裏側に、社会が起動する直前の透明で巨大な装置の輪郭が少しだけ見えてくるはずです。あなたが今日感じたその場違いな心細さは、決して気のせいではありません。日常の舞台裏があなたに見せたほんのわずかな現実のほころびなのです。それではまた次の違和感でお会いしましょう。